前回までの九州一周旅、広島から福岡、佐賀、長崎と制覇していった我々は九州のうまいもの食いまくり、ドライブを楽しみ、ついにフェリーに乗って熊本へ上陸するのだった。初めての車でフェリーに乗ってこの先旅はどうなるのやら。熊本は天草市。周囲を愛く美しい海に囲まれた天草諸島の中心的な町。イルカウォッチングやキリシタン文化などが楽しめる場所なのだ。残念ながら今日はここから宮崎まで走るのでスキップなのだ。その代わり天草で食べたアイスの写真だけを貼っておく。まず最初に向かうのは鹿児島市。鹿児島でうまいものといえば、削りたてのふわふわな氷に自家製の練乳をたっぷりとかけ、色鮮やかなフルーツや小豆を盛り付けた、そうだね、白熊だね。今ではネットで買える白熊だけど、やっぱり現地で食うのが一番。今回は発祥のお店とされる天文館無邪気本店に来てみた。鹿児島に来たらぜひ寄っておきたいお店なのだ。今回頼んだのは抹茶とあんこたっぷりの宇治金時、洋風のチョコレート白熊と洋風ロースカツ丼。鹿児島の黒豚が好きなんだもん。どれもうまうまのうま。湿度が高く蒸し暑い日にかき氷は最高。後鹿児島といえば桜島、右に見えているのが桜島。かつては島だった桜島だけど、1914年の噴火で陸続きに日常的に噴火を繰り返し、その音と灰に驚かされる。今日は爆発してなくてよかった。一気に移動してきて宮崎へ。右に見えるのは太平洋、海岸線ドライブなのだ。宮崎は宇土神宮へ向かう。宇土神宮は崖に沿って階段を降りた先、太平洋の荒波が打ち寄せる岩窟の中に鎮座、安産や育児、縁結びのご利益があるらしい。宮崎県は日向神話の舞台で神話のふるさと。天照大神の天岩戸神話、天孫降臨、海幸彦、山幸彦の舞台。神話の場所を巡ってドライブするのも楽しいはず。いつもの瀬戸内海とは違って遠く水平線まで見えるのはこのチャンネルでは珍しい光景。みんな大丈夫？2023年の情報だけどね。本堂はこの降りた先。洞窟の中に神社が。そして見覚えのある文字が。ちょっとこの先比べ、カメラの設定を変えておこう。基本的に神聖な場所で中は暗いので注意。この辺りでカメラの限界かな。中が気になる人はぜひ来てみてね。この神社には運玉という変わった参拝がある。運玉を5個購入し、願いを込めながらそのくぼみめがけて投げ入れるのだ。難しくね？よし、次に行こう。今夜は宮崎市内に宿泊予定。宮崎、鹿児島の特産品は何を思いつくかな。世にも珍しい生の鶏肉を食べる文化。県の独自基準があるのでリスクは最小限とされる。基準があるとはいえ、体調不良の人や子供、高齢者、妊婦にはリスクがあるのでおすすめしないけど、人生で一度ぐらいは体験しておこう。これが鶏刺し。なるほどなるほど。こっちは鶏しゃぶ、薄切りなのでとても食
食べやすいのだ。ネギたっぷりのだしとの相性が良き。フライドチキン、皮がパリパリで香ばしい。鶏料理で外せないのが焼き鳥だよね。宮崎といえばチキン南蛮、タルタルが自家製かな。ということで鶏刺し体験でした。鶏刺しはちょっとチューイングなので好みが分かれそう。個人的にはチキン南蛮が一番良かった。大満足。次の日、今日は高千穂を経由して熊本市内が旅の日程。天気は相変わらず雨。そしてこの旅で最も雨が降る日。宮崎県の高千穂といえば日本神話で最も有名な天照大神が隠れた洞窟天の岩戸の舞台。高千穂峡は大雨で閉鎖されているので高千穂神社に来てみた。約1900年前の水仁天皇の時代に創建されたと伝わる歴史ある古社。一歩足を踏み入れると厳かで神秘的な空気が漂っているのだ。神社には多くの杉が植えられている。天に向かってまっすぐ伸び、天材として有用でご神木になっていることも多い。高千穂神社でも秩父杉や夫婦杉がご神木として信仰されているのである。雨がひどくなるばかりなので次に行こう。高千穂は晴れの日がやっぱりおすすめ。こんな大雨で道路制限がある日に来るのは全くおすすめしないのだ。次に向かうのは熊本は阿蘇山。周囲約 128km にも及ぶ世界一巨大なカルデラを持ち、そのカルデラの中には5万人の人々が暮らしている山。時々規制がかかる時はあるけど火口見学までできるのが魅力と、その前に腹ごしらえ。熊本はブランド和牛である赤牛が有名で、一般的な和牛のようにがたっぷり入ったお肉ではなく、旨味が強い極上の赤身が最大の特徴。真っ白な和牛が好きではないので、こういう赤身牛肉は大歓迎なのだ。食後は少し周辺を歩いてみよう。ここは草千里ヶ浜で標高約 1100m の高さで放牧された馬が悠々と歩く姿や阿蘇中岳火口が見渡せる絶好の場所。もし晴れていればの話だけどね。マーキリで何も見えないんですけどね。晴れているならここにある馬糞は見逃しちゃってたね。草千里ヶ浜の中央には大きな2つの池がある。だけどこれは連日の大雨で溜まった水たまり。さあ河口に向かってレッツゴー。修学旅行の時は火山ガスで見学できなかったのでここでリベンジ。これが阿蘇山の河口へ続く道。有毒性の火山ガスは非常に危険なので注意看板がとても多し。今日は大丈夫そう。阿蘇山は活発な活火山。万が一の退避壕もしっかり整備されている。この先はもう河口。雨が降って寒いぐらいだけど火山の熱気を感じる。この光景を見ていると母なる火山の生命力を感じる。火山は多くを破壊すると同時に大地や水、生命を育む。阿蘇山は命の息吹を感じる神秘的なスポットなのだ。さて火山が噴火する前に熊本市へ向かう。あら、また道路規制らしい。火山の生命力もすごいが、この川の茶色もすごい。熊本市へ到着。2016年の熊本地震で熊本城は崩れてしまったが、2021年に天守閣は復旧。完全復旧は2052年の予定。まだまだ先は長いぜ。そして次の日、本日は久々の晴れ。朝少し熊本城を見てきたけど、復旧を見れる貴重な機会なのだ。本日は大分は別府に向かい、その後湯布院へ。その前に昨日は見えなかった阿蘇山の絶景を見ていく。阿蘇山の外周を走る尾根沿いの道路は日本国内でも最高峰のドライブルート。特にミルクロードと途中にある大観峰からは
の規模の凄さがよくわかるのだ。 Windows XP の壁紙みたい。対艦砲に到着。ここから先がかつてマグマだまりがあって崩れた場所。やっぱり絶景にはこの白い山が最高。ちなみに9万年前の規模の大噴火が現在に起きた場合、おそらく日本は国家壊滅、九州は全滅、中国四国でも大規模の死傷者、北海道でも火山灰が15センチ積もると言われる。水も食料も汚染されるため人が住めなくなるのだ。だけどそんな規模の大噴火の予兆は全く観測されてないので安心してくれなのだ。怖い話はこれぐらいにしといて、火山の有効活用として温泉がある。大分県の別府は日本一だけじゃなく世界でも有数の温泉街なのだ。源泉数は2000本以上、湧出量は1分で8万リットル以上。世界に存在する10種類の泉質のうち別府だけで7種類あるのだ。火山の熱源の真上で日常を営み町中から湯気を上げているのはおそらく世界中を探しても別府だけ。町全体が硫黄の香りがしていて天然のアロマ状態。別府に来たらいろんな温泉を見れる地獄巡りは絶対に見ておこう。湿度が高いのと無料足湯も多いのでタオルは多めに持っていくのがおすすめ。旅の疲れが抜けていくのだ。またこの湿度と暖かさを生かした南国の動物も多いので見学を忘れずにね。アロワナやピラクル、さらにピラニア、この間欠泉は噴出間隔が短く30分40分で繰り返し出てくるのだ。椅子も用意されているので休憩がてら寄ってもいいかも。ということで九州一周旅行はここまで。この後別府の隣の湯布院で一泊して広島へ帰っていく。湯布院の一泊は撮影なしでゆっくりしたけど、別府は温泉エンタメ感の強い楽しい街だったけど、湯布院は反対に広がる田園地帯に洗練されたお宿、静かに落ち着いて楽しめる感じ。どっちを楽しむかはその人の好みかな。福岡から始まり半時計回りに九州を一周してみた。車移動がメインなのでまだまだ行けてない場所、食べられなかった美味しいもの、新たな知識はたくさんあるけどやっぱり九州は楽しい。ぜひみんなも愛車で九州を旅行してみよう。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。